角ワインの赤尾と言います。よろしくお願いします。です、今ここのワイナリーのある場所をですね、牧内っていう地区になっています。でここの牧内は標高が200メートルあって、で特徴は海が見える丘の上にあって、で、360度、区切られた、台地になってますね。皆さん、ご存知の通り、ワインっていうのは水を一滴も使わないお酒です。ブドウ 100% のお酒なんで、日本酒や焼酎、ビールと違う一番の違いはブドウ 100% の液体であるということですね。なのでブドウの品質によってワインの味って変わってきます。でブドウの品質を左右する条件としてですね、ワインの世界ではテロワールっていう言葉があります。テロワールっていうのは気候や土壌、ここに携わる人を含めてですね、ブドウが育つ、全ての環境、ブドウを取り巻く全ての環境のことを、テロワールっていう、業界では言っています。でまず私たちの気候はですね、非常に雨が多い、それは海が近いんで太平洋から湿った雨雲がやってきて雨になるっていうのが宮崎の雨の降り方。ただ海が近いんで風が動くので雨雲は通過するんですね。その後強い日差しが差し込むので、実は日照時間も全国ではトップクラスの日照時間がある。でその日照時間の恩恵っていうのはブドウの香りが非常に華やかに仕上がります。それが天候ですね。そしてあと土壌で、僕たちの土壌はこういう土壌をしています。でこれ火山灰土壌っていう土ですね。で香りがすごく、強い香りをしてますね。で僕たちのこの土壌は、火山灰土壌が表面にあるんですけど、下の方に行くと、粘土質になっていきます。実はブドウの根っこっていうのは表面だけに張ってるわけじゃなくて、近部にもどんどん伸びていきます。で僕たちのこの火山灰土壌の表面の土は水はけがいいです。とても。ただ養分が少ないんでブドウの味が乗りにくいんですね。ただこの表面の黒い土の下の方には粘土の地層があります。粘土の地層のさらに下の方には溶血凝灰岩っていう石があって、でそれはお鈴山っていう山が地元の山があるんですけど、その山の火砕流が1500万年前にここに飛んできて出来上がった大地なんですけど、その1500万年の溶血凝灰岩っていう石が、徐々に風化してできた土なんですよね。でさらに35万年前にもともと海だったんですよ。それが地上に隆起して、この大地が大地になるんですけど、その35万年前に海の底だった証にですね、丸い石がゴロゴロ出てきます。その層がここから1メートル下のところにその35万年前の地層に当たるんですね。なのでブドウの樹齢が増していくと、根っこがそこに到達するとブドウの味が明らかに変わってきます。そしてワインの味も明らかに変わってくる。このテロワールを、ワインにしてこの土地らしさを表現していくんですけど、この土地らしさっていう部分でブドウの仕立て方もこの地域独特のやり方ですね。まずこれは山ぶどうっていう品種で、角に自生している山ぶどう、雨に強い、すごいワイルドな味ですね。実は山ぶどうはこれ今3回目のぶどうなんですよ。次々と実をつけるんですけど、宮崎に自生している山ぶどうなんで病気に強い、非常に色も豊かで、これの花粉を違うブドウのめしべに受粉します。そうすると違う品種ができるんですね。要はこの地域に合った品種を模索するっていうのが、今大きなテーマとして取り組んでいます。それとここですね、アーチェリ状になっているのはブドウに雨が当たらないように、ブドウの棚自体に
工夫して雨よけのビニールがかけれるようにしています。とこの仕立て方ですね。枝を上から下に垂らしています。ブドウがここになるんですけど、枝を横に垂らして下に下げる。一般的にワイン用のブドウっていうのはヨーロッパのブドウなんで、ヨーロッパと同じやり方をした方がいいっていうふうに言われるんですよね。ヨーロッパの方ではブドウがこの辺りになるんですよ。枝を下から上に伸ばす。で、僕たちその逆をやってます。なぜなら雨が多いんで、地面に近いとすごい雨しぶき、湿度が高いところにブドウがあると病気になりやすいんですね。で、高いところにやると風通しも良いので病気に強くなる。あと枝を下げることで枝や木、果実が充実しやすいっていうのが、植物の生理的にもこの地域に与える方なんですね。ヨーロッパの品種なんで、ヨーロッパと同じやり方をするっていうのが非常にナンセンスっていうのに気づくのに、何年かかかったんですけど、このやり方に行き着いて地元の農家さんが5、60年やってるやり方と全く同じだったっていう、この地域に合った栽培方法っていうのを今、やってます。我々が自分たちで畑を持っていて、自分たちで栽培したブドウを自分たちでワインにするっていう、それとワイン業界の理想的なブドウっていう理想と現実の狭間ですね。でそこで地元の農家さんやブドウ以外の農家さんとの交流があったんで、この地域に合ったヨーロッパのブドウ品種の栽培方法っていうのは、柔軟に変えれた。それはもともとヨーロッパと同じ方法をやっていってたのを、うまくいかないっていう、じわじわと腹に落ちてきたっていうことですね。特に1年に1回しか作れないんで、僕も今27年この業界でやってますけど、まだ27回しか作ったことないんですよ。料理だったらですね、たくさん何度も作れるんですけど、ワインもブドウも1年に1回なんで、毎年毎年の経験値の蓄積を持たせていくっていうのがすごく意識してますね。あと再現性とかです。あとは土作りっていうのも積極的にやっていて、地面を見て分かる通り、土が直接裸で見えないんですね。常に草に覆われている。これ先ほど香った香りっていうのは土にいる微生物の香りなんですよね。草があることで草の根っこがですね、多すぎる雨によって流れていく土をがっちり守ってくれる。で、草に蓄えた養分を買ってまた土に戻してブドウに利用してもらう。そういう草と土の循環っていうものも積極的にやってますし、宮崎は畜産の県なんで、堆肥を積極的に使って土作りなんかもしています。台風が来て海の潮がですねたっぷりついたんですよ。こんなの初めてなんですけど、通常雨が降るんで海風の潮がやってきても雨で流れ落とされるんですけど、今年ずっと空風で葉っぱについた海の潮がこうやって枯らしていくんですよね。本当はここにある節々にあるのが来年の芽なんですよ。でこの葉っぱが紅葉して落葉していくと、ここの来年の芽をセット完了って言って紅葉して落葉していくっていうのが落葉果樹の定めなんですけど、台風とかこういう塩害によって葉っぱが早期になくなっちゃうと、来年ちゃんと芽吹くのかなっていう不安があるってことですね。その土壌に海のミネラル分がたっぷり注がれたっていうポジティブな見方もできるんで、それはいいですよ超僕はポジティブに考えてます。ここが仕込み室です。仕込みっていうのはブドウを液体にする、絞ったり発酵させたりするっていうことなんですけど、宮崎はですね、その冬が短いんですよ。春が早く訪れる気候からブドウの収穫が夏できる。全国的にブドウって秋の果物なんですけど、宮崎は夏収穫できるっていうのが産地の背景にあって、全国に出荷できるっていうのがそのブドウ産地の背景にあります。でその僕たちの仕込みもそれに準じて仕込み時期が夏になります。8月9月の前半でおよその収穫と仕込みが終わるっていうような場所ですね。僕の知り合いの山梨や長野の人たちは
今から仕込みですねみたいなぐらい一月ぐらい以上違うですね、全国でも。で宮崎のその温暖な気候を利用して夏の果物として、全国に出荷したっていう知ってるっていうのが地元の農家さんの、農業のスタイルで、そのブドウの一部をワインにしてます。あと今日見てもらった自社畑の畑でも今60トンぐらい収穫していて、農家さんから買ってるブドウが140トンぐらい、合わせて200トンぐらいのブドウを仕込んでいて、平均してだいたい1キロのブドウで1本のワインができるんですよ。なので20万本という本数を今作っています。主に宮崎県内で6割から 65% ぐらいを販売していて、県外に 35% ぐらい販売しているっていう、地元の人にすごく買ってもらってるっていうのが特徴でもありますね。あと設備はですね、世界共通で、新しい機械ほど、いい能力もあったりもしますし、新しいワインも作れます。あそこでブドウを除香したり、粒単位の選別をしたり、いろんなことをやります。でそれをですねここにあるのが搾重機っていうブドウを絞る機械ですね。この中にゴムの膜が張ってあって、その膜が膨らんで中のブドウを絞ることができます。でこれはブドウワインって酸化するってよく聞くんですが、酸化っていうのは空気に触れると、白ワインの色が褐変したり、ロゼワインがオレンジ色になったり、そういう褐変するのを、ワインって酸化って言うんですけど、この機械はですね、この中に窒素ガスを充満させてブドウを入れて絞る、要は空気に触れることなくブドウを絞ることができるっていう特殊な機械ですね。はい、じゃあこちらです。ここで、ワインを発酵させたり、熟成させたり、します。今ろ過をしたりとかですね、今週は2回、今年取れたブドウをもう発酵の終わったワインを、もう今年瓶詰めしてるんですね。いわゆる新酒ってやつです。10月の17日から発売なんですけど、今年のブドウのワインがもう飲めるっていう。でここにあるタンクが大小合わせて20基ぐらいあるんですけど、一番大きなタンクだと1万8000リットル入るタンクで2万5000本ぐらいです。でちょっと中には入れないんですけど、瓶詰め今日しています。流れてるの見えますかね。これはマスカットベリー A の赤ワインですね。昨日ロゼを瓶詰めして、ロゼと赤の新酒を、出します。香りがちょっとしますね。ここはラベルを貼るところですね。今、今月の17日の発売に向けて、出荷の準備をしているところですね。ここは樽熟成庫ですね。この部屋の中で、樽発酵や樽熟成をさせる部屋です。で私たちの使っている樽はですね、フレンチオーク、フランスから輸入した、樽で毎年、15本から20本の新樽を買って、シャルドネなんかは新樽を多めに使ったり、しています。で白ワインでおよそ6ヶ月間ですね、樽発酵樽熟成をさせた後、もうその後も瓶詰めをします。で、特殊なワインで長く寝かせるタイプもあるんですけど、赤ワインでも1年から2年、特殊なワインで4年間樽で寝かせてるワインもあります。樽は非常にこれ225リットルの容器なんですけど、非常に樽の香りがじっくりきれいについてくれるっていうのと、
今私たちが今30アイテムのワインを作ってるんですけど、この樽大体1本で300本のワインが瓶詰めできるんですけど、そういう貯蔵容器としてもすごく便利なので樽を使ってます。キャンベルアーリーっていうロゼですね。キャンベルアーリーのロゼが僕たちの看板商品であり、主力商品なんですね。でキャンベルを主力に自社畑で作ってるシャルドネやシラなどで構成されてるんですけど、食べる用のブドウで作るワインもワインとして認めてもらえるようになった昨今では、キャンベルアーリーが例えばチキン南蛮に合うとか、味噌を使った煮しめに合うとか、そういうやっぱ郷土の料理と郷土のお酒がワインっていう部分で腹落ちがいいので、キャンベルアーリーっていうロゼワインはそういった意味でもすごく看板商品でもあり、地酒として愛されているワインですね。で片やヨーロッパの品種のシャルドネ、シャルドネはすごく世界中で栽培されている品種なんですけど、宮崎らしさっていうのも十二分に出てますし、そういった意味で九州のシャルドネっていうのは全国にも負けないようなクオリティは出せてると思いますね。ただやっぱり僕たちのシャルドネは例えばタケノコの天ぷらに合うとか、和食に合うとか、そういった魅力も出てると思いますから、いずれにしてもやっぱ地酒っていう部分では品種問わず、ここの大地で育ったブドウっていうのはここの大地の食、人と相性がいいんじゃないかなと思ってますね。ここの土地でしか出せない味っていうのがあると信じてですね、今トレンドの味、今トレンドのお酒を追い求めてもですね、ブドウ自体が植え付けて3年後にやっと実がなる樹木なんで、トレンドを追いかけてもキリがないんですよね。なので自分たちらしさっていう部分を主軸に置いて、そのワインをもちろん市場にちゃんとニーズに合うように届けないといけないっていう使命あるんですけども、そこの柱をしっかり見据えた上でいろんな商品を展開していってるっていう感じですね。今ねゼロワルを探してるような感覚なんですよね。そうすると地質学者の人と出会いがあって、それこそ去年見てもらって、そんなすごい地層なんですねっていうのが初めてわかるんですよ。それはすごく無常の愛情がまたそこに深く生まれますし、ただそれを知らなくてもなんとなく樹齢が10年15年経つとミネラル感が増してくるっていうのは現場では分かってたんですよね。それを専門的な裏付け、定量化していく中で裏付けが取れていくっていうのはものすごい励みにはなりますよね。シラーっていう品種自体がこの地に合ってるっていう勝手な固定概念がまずあったんですね。暖かい地域のシラーはいいじゃんみたいなところが、栽培してみると実はつかず、その品質も上がらず、そこで今年こそはってやっていくんですけども、やっぱり地元の農家さんとの出会いが一番大きくって、剪定方法とかの見直しとかをしていって、それが初めてうまくいくきっかけになっていくんですね。なんでその15年かかったんですけど、15通りやってっていう感覚ですね。ワインが買える飲める世代って、僕の勝手な固定概念で、やっぱ20代お酒を飲み始めた頃っていうのはやっぱりワインって高いんで、なかなか口にする機会が少ないと思うんですよね。でそれがやっぱ仕事をし始めて30代になってくると、美味しい食や美味しいお酒っていうのに関心を持つ人は、ワインが自分の好きなワインが買えたり飲めたりするようになっていくと思うんですよね。そういう意味で言うと、やっぱ20代の最初にワインお酒に出会う人にそのワインをどう届けたらいいのかなとは思っています。お酒や食っていうのは、どこで誰がどんな風に作ってるのかっていうのはある程度伝えていく材料としてはきちんと発信できる材料を持っとかないといけないと思うんですね。その材料を、僕は今20代前半の人たちにうまく伝えられたらなと思ってるんですけど、宮崎ほどですね海に面してる県はないと思ってますんで、この太平洋から来るこのダイレクトな潮風、風が吹くっていうことは雲が停滞せずに常に日差しが注ぎ込むっていう場所なんで、他の都道府県に比べるとおそらく香りがすごく強いと思うんです。華やかで、それが宮崎のワインの最大の魅力だと僕は思ってますね。今回5アイテム紹介させていただきたいと思います。
まずは、こちら白ワインは両方ともブドウはシャルドネなんですけども、醸し方が違います。これは樽を使わずステンレスタンクで醸した非常にフルーティーなワインですね。南国宮崎らしいフルーティーな、華やかな、白ワインになっています。白身魚のお刺身とかちょっと甘みのある食材に非常に相性がいいです。続いて、こちらオノシタエステートシャルドネですね。同じシャルドネなんですけども、こちらは樽を使った非常に正統派な、しっかりした、タイプの白ワインです。そうですね、酸味が非常にしっかりしているのが特徴ですね。続いてこちらが今度ロゼワインに移ります。キャンベルアーリーですね。本当に我々のツノワインを代表する、一つのアイテムなんですけども、非常にイチゴみたいな華やかな香りがするのが特徴で、非常にキュートなロゼワインです。普段アルコール飲まれない方とかにもおすすめの一品ですね。続いて、キャンベルアーリーをスパークリングワインにしました。泡がある分非常にそのお祝いの席など、華やかな場所に非常に相性がいいですね。どちらもやはり地の料理と合わせていただきたいので、例えば宮崎名物のチキン南蛮ですとか、そういったもの、その酸味と非常に相性がいいです。最後に、赤ワインをご紹介します。こちら牧内マスカットベリーエエステートですね。自社畑で、育てたマスカットベリーエを、使っています。しっかり完熟させたブドウを使っていますので、マスカットベリーらしい非常に軽やかな部分もありつつも、腐葉土のような複雑味もある、赤ワインですね。